はじめまして、あきらです。白血病になりました。こんにちは。白血病サバイバーのあきらです。今回は闘病記、またこのメモ、ノートに戻りまして、お話ししたいと思います。前回までに入院19日目あたりまでのことをお話ししていますね。19日目、主治医が見えまして、あなたは、血液検査の結果から染色体異常、染色体の中にある遺伝子変異が見られますよと。なので薬物療法ではちょっと治療が難しくなる。なので造血管細胞移植、これを視野に治療を進めていきますよと、そんなようなお話がありまして、その日早速、口の中のですね粘膜、これを採取していかれたと、そのようなお話、そこから掘り下げまして後々調べました。先生からもお話がありました。実際遺伝子 FLT3 異常、これが変異、している。それが白血病の一つの原因になっている。で、このような変異がある場合は薬物療法でなかなか寛解に至らないと、移植を試みて、正常な血液細胞を移植してもらう骨髄なり再体血なり、2024年1月15日月曜日ですね、入院20日目、だいたい同じような毎日のルーティーン、朝6時頃起床ということで、この日は採血が6本で点滴の抗生剤が入ると、この辺も同じですね。で、個室内にてレントゲン撮影、出張して、レントゲン撮影をしていただく。当初胸にカビのような、影が見えるということでですね、定期的にレントゲンの、撮影はありました。リハビリの時間というのが平日1日1回、設けられていましてですね、当時この辺りでは点滴をする時だけつないだ点滴のホースを伸ばして接続する。それ以外の時はくるくる丸めて網か何かでですねこう保護して、まとめておくと、そういうことで手がフリーになる。点滴台を持ってこう移動しなくていいということで、リハビリの時間に階段昇降1回分ですかね、ワンフロア分階段を上がって降りてくると、そのような運動も取り入れられてますね。自分は自宅自体がマンションで階段の上り下りというのはあまりないんです。エレベーター使わないで、階段を上り下り昇降すればいいんですけれども、ついエレベーターを使ってしまう、そんなこともあり、またずっと運動不足ということもあり、かなり息が切れたと、そんなことが書いてありますね。そしてですね、この日また一つ大きなことがありまして、14時頃ですね、皮膚科の検診があると。徐々に皮疹、皮膚にこう赤い、色が出てですね、そこが痒かったりとか、そういったことが出てくる。それをですね一旦検診するということで、皮膚科のその部屋まで、なんていうんですかね、その受診しに行く。自分の場合はその入院していたフロアの中は自由に歩いていいですよということだったんです。ですが他の階へ行く場合は看護師さんが基本的に付き添ってくださる。で、この日その皮膚科の受診ということで看護師さんが車椅子で、連れて行ってくださった。自分自身その時フラフラしているということはなかったんですけれども、そのような運びになりましてですね、で
受診をした、先生が皮膚を見てくださって、一応軟膏を出しときますかという感じで、終わった。もうすぐ終わってしまうんです。ですが看護師さん自体はずっとそこで待機されてるわけではないんです。看護師さん自体も他の用事をやりつつ患者さんをそうやって連れて行ったりとか、また戻したりとか、そういうことをされるのでちょっと待ち時間があるんですね。で受付のところへとりあえず車椅子で連れて行っていただいて、今看護師さんをお呼びしますね、お迎えに来るまで待っててくださいねということで待っていたんです。ですがその時は看護師さんの方もなかなか用事が済まなかったようで、だいたい20分以上、そこに待っていることになってしまいましてですね、そういうこともありますよねという感じなんですが、急に気分が悪くなってきちゃったんですね。もうなんかこうどんどんこう具合が悪くなってくる。後から考えたらどうも貧血気味だったようで、もうぐーっと気分が悪くなって頭がボーっとして、なんとかその看護師さんがやっと来てくださって病室へ連れて行ってくださった。もうベッドの上にゴロンとですね横たわってしまう。でもうちょっと動くのもしんどい。で夕方のシャワーもちょっと遠慮というような感じでぐてっとしてましたね。18時頃夕食、その頃にはどうにか、気分の悪いのが収まったと。入院して以来そこまで気分が悪くなったっていうことはちょっとなかったんですけれども、抗がん剤の影響で白血病細胞が減少する、同時にですね通常の血液細胞っていうものも、数値自体も低いんですね。ですから貧血になりやすかったりとか、そういうことがその時に初めて実感できた。だから元気なように感じても実際いつそのような例えば貧血状態ですとか何か、体調の変化気分の変化が起こるかもしれないというのが、分かった、そんな日でしたね。1月16日火曜日、入院21日目、この日はノートを見る限りは特筆することはありません。いつものルーティーンという感じで、進行しました。入院22日目、これは1月17日の水曜日ですね。この日はですね、血圧が朝90台、ちょっと低めな日でしたね。そして点滴抗生剤が入りまして8時頃朝食だと。服薬が3錠、体重がやや減少みたいなことが書いてあります。で朝血液検査をした、その結果が今一つ良くないということで、10時半頃急遽赤血球の輸血、これが2時間ぐらいですね、ありました。でその日のうちにまた血小板の輸血もあったと。1日のうちに2回輸血があったっていうことなんですね。前回血小板輸血ではアレルギーが出て大変なことになりましたけれども、この日は大丈夫でした。とにかく血液細胞が、減少しているので輸血が自分の場合は頻繁にありましたね。そんな感じで22日目まで、闘病期お話をしました。ということで今回の動画はここまでとなります。よしおっさん頑張れと思っていただいた方は是非チャンネル登録、そして、高評価、いいね、それからコメントなどお寄せいただけますと今後の励みになります。どうぞよろしくお願いします。